はい、初動から2回セコシしましたが、元気なゆかりんです。市長民おいっす、あかねやで。今回は、初期武器の SGX 使っていきます。近距離 TTK が 0.217 秒の安定性重視武器やね。今回は、SMG 特有の高精度、低反動を、いいことに拡張幕搭載して、連続キル狙えるようにカスタムしてみました。最後にカスタムの紹介してるから、詳細はそこを見てな。今回は、人生初めてのリクエストが来たので、頑張っていきますよ。拡張マグついてるからと、そのまま追撃したけど、弾数足りなかった。ゆかりんのエイムが終わってるからな、しょうがないわ。マジか、来てると思ってなくて油断してた。裏取りされてるので対処しに来ましたよと、負けたくないですしね。あと、一方的だと、試合時間が短すぎて動画にできないのもあるんですけどね。足元である程度の位置把握しましたけどそこでしたか。敵さんが、サプレッサーでゆかりんに気がつけず、フリーでダブルキル美味しいですわ。さて、脅威を去りましたし、拠点取り返したら、前線に行きましょうね。ゆかりんが裏取り対処してたら、前線が味方側に押されてるようやな。占拠したてだけど、また敵が入ってきたようや。敵さん入ってきてるのか、今気がついた。危ない危ない。こっちに気がついてなくてよかった。油断しすぎや、敵が入ってきても、悠々とナイフ取り出して走ろうとしてたし。油断してたのはそうだけどやられなかったから別にいいでしょ。味方さんがやられてる。これまだ近くに敵いますね。隣の民家に潜んでるようやね。行こうとしたら瓦礫が崩れてきたし。ゆかりん、何が見えて撃ったんや。マップで1階にいたから決め打ちしたら誰もいなかった。階段登らずに1階にいると思ったんだけどな。それじゃ味方さんが詰まってるところに横槍入れましょうかね。マップをガン見すぎて壁にぶつかるポンコツゆかりんはこれやね。マップ情報は有用だけど見すぎるとゆかりんのように間抜けな格好を晒すからな。市長民は気ぃつけや。一発しか当たらんかった。さすがに見えてない敵に狙いは定められんね。ちょい距離が離れてるからどうやって詰めようかな。おっとと、敵さんここまで来てたのね。びっくりさせないで。2人目が気がついてないの。やっぱサプレッサーツへ。びっくりしてエイムがガタガタだったのは見逃しておいてやるわ。運が悪くおとりになってくれた味方さんもちゃんと起こしてあげる。ゆかりんは優しいね。褒めてくれると嬉しいぞ。蘇生してたら詰まりが解消されたようで、味方が前から顔出してくれましたね。これでやっと前に出れる。一緒に前に出てシーンに向かいますよ。マクレキル、アサッス、体力ミリを倒せるのがいっちゃん美味しい。さて、マップに映った屋上にいる敵買ってやりましょうかね。強ポジにいるのは許されない行為だぞ。あれ ?1 階に敵来てる？後ろから流行られたくないよん。今回のゆかりんはマップを見すぎて見えない敵を見ているようやね。おそらく何か悪いものでも食べたようやね。マップに映った敵が1階にいると勘違いしただけだし、マップの仕様に振り回されただけなんで、それだけ警戒してるということにしておいてやるわ。ぐすん、ただでさえ、最近の玉抜けの多さに雨サバで、先打ちしないと負けるんですって。最近アジアサバというか、日本サバでも玉抜け多くない？ゆかりんがそう感じてるだけかのですけど、以前より玉抜け頻度多くなってると思うんです。時折日本サバでプレイしてても、30発撃って、ヒット判定24発とかありません？アプテゴから、すっごい弾が抜ける感じするんですよね。これって、ゆかりんの環境が悪いだけなのかな？視聴民はどうです？玉抜けひどくなったと感じます？上側にヘイト向いてるから見てたらこれか。はい、湧き直して B 拠点取られてるんでね、取り返しに来ましたよ。足音的に数名いますね。慎重に行かないと。ちょうど味方さんも死んで、リスポン画面にいるようですし、湧き待ちしてから B 拠点取ろっと。よしよし、湧いてきてくれた。戦闘中とかだと湧いてこれないですからね。危な。全然打ち負ける可能性あった。相手の武器が弱くて助かった。やっぱ、アメサバ社長至近距離だと、ピンの差で、ダメージ多くもらうな。正直、今の距離だと、勝率的に 50% 程度ですね。相手の武器によっては待ちの運になるので、特に SCW とかの TTK0.2 秒以下の武器は、相手が外すのを願うしかないですね。敵さんの背中取れちゃった。上で拠点取っててよかった。もう一人取り逃がしたんで、追い打ちかけちゃおう。下のか特にまっつい、これ味方の死体じゃん。動いたから、敵かと思って撃ってしまった。マジ手がバッター。敵もエイムガバガバで草ですわ。やられてたら、赤面者でしたわ。相手さんが、初発とジャンプで、エイム外してくれたから、よかったものの、マジで何してるんや。味方が EOD にやられてる。あれ意外に脅威になるから怖いんよな。蘇生してあげますね。今回は、ゆかりむ衛生兵ですからね。お役目はしっかりしますよ。援護兵の仕事するのは、いいけど AED 外しすぎや。外すのは、ピンが高いだけだって、多分、どうだと思いたい。けど、一度 AED の当たり判定バグで、めちゃめちゃシビアになったことあるしな。味方さんがやられたから、飛び出さずに警戒したら、たまたま登ってきた。敵さんやれちゃった。誰にやられたかがわからないんで、警戒しながら、蘇生に向かいましょうね。味方が蘇生してくれてるので、ゆかりんは A 拠点に向かいますかね。さて敵さんはどこかな。この距離なら SGX が輝くんで近くにおいで。あらら、軍隊の味方、ゆかりん以外死んでる。足音的に横にいますね。飛び出しからの奇襲でフリーキルしてやりましょう。待って待って、敵さん多いそこまで固まってるとは思ってないって。よし、蘇生したやつもキルできた。まだ来るのは無理。ああ、4人まではキルできたけど、さすがに無理だ。拡張マグの良さが出たけど、さすがに物量に押し勝てんかったな。けど、今のは良いシーンやったわ。
B 拠点に再挑戦しますよ。ですよね。さすがにこれは油断してた。武器構えておけばワンチャンあったのかな。味方さんが来てくれそうなんで蘇生待ちしておこう。蘇生あざっす。リベンジしてやりますよ。よくもゆかりんをやってくれたな。お返しに背中から撃ってやんよ。しっかり回復してから再度攻撃しましょう。体力管理大事。雨さば限らず、体力が半分の時は攻めずに自動回復開始してから行くとええでな。無理に突っ込んでも大概打ち負けますしね。焦らずに行きましょう。ゆかりんが一丁前なこと言ってるけど、敵に撃たれた時、焦ってサコシを結構してるんやけどな。言わないで。撃たれた後、敵の位置分かってないのに体力回復せずに顔出して死ぬ癖直さないといけないとは思ってるので。賢い立ち回りが現在250レベルになってもまた確立できてない。ゆかりんはまだまだのようやな。あげタバコの火を消してたら隣に敵さん来てたのね。味方さん蘇生したらしい拠点が取られてるんで向かいましょう。正面から向かったら歩兵戦車が見てたんで、味方さんと横からエントリーできるか試してます。まっつい歩兵戦車こっち来たのか。もう面倒だって。敵さんとの噛み合いが悪くてここで詰まってもうてるな。戦車が違う方向を見てるうちに随伴歩兵借りましょう。よしよし、こっちに警戒してない。一切れてけた。正面に味方さん倒れてる。蘇生してあげよっと。ゆかりんが蘇生してあげますよ。体力50蘇生する人類薬の蘇生やことゆかりんやね。いたた、蘇生中に撃つのはダメだって。一人蘇生し損ねちゃった。もうコンカッションで動きにくいし EOD に粘着されて焼かれるし、挙句の果てに横から撃たれるし、ゆかりん泣いちゃうぞ。50蘇生した罰幕だったんやろな。カット中に3逮捕とザコシしましたが、ゆかりんは元気に見せかけて泣きそうです。ゆかりん、分隊から湧いた瞬間にナイフキルされてたもんな。みんなに見せたかったわ。絶対見せるか。あんな恥ずかしいところカットして当然なんだよな。さっきから不運というかうまくいかないや。ゆかりん、くっそ雑い。猫のふりをしてもうまくいくことはないぞ。わかってますよ。けどやってられないんじゃ。このイライラを解消したいんじゃ。まあまあ、こっから挽回できるって応援したるしな。気張っていき。まあ、また試合は中盤ですし、こっからめちゃめちゃ大量キルしてやりますよ。さあ頑張るぞ。ちょろくて助かるわ。何か言いました？いいんや、何も言ってないぞ。ほら周囲警戒しておきや。分隊さんが周りの警戒してるし隠れておこう。ゆかりん、そこ拠点内に入ってないで。あ、マジじゃん。拠点ダッシュのポイントもらい損ねた。拠点範囲シビアだって、ここくらい許してくれよ。ちょっと、この骨組み邪魔なんやが。ここら辺が破壊されたら一緒に壊れろよな。あれ絶対登りきれたらやれてたって。どうして普通に来たんや。反応したけど、エイムが合ってなかった。何やってんだか、しっかりしんや。けど味方さんが蘇生してくれたな。味方さん、マジ感謝。これで、今のデスはなかったことになった。まだこっから。さて、何度も B 拠点取られてるんで、どうせ近くにビーコン仕込んでるでしょ。探して破壊しないと面倒なんで、ちょい探してやりましょう。どうせ、B 脇のあそこだろうとは思ってるんで、見に行きましょう。ほらやっぱ、そこだよね。どうせその小道でしょと思ったら大正解でしたか。最後尾の人だと思ったら、もう一人いたのね。油断してしまった。カット中に敵分隊さんのビーコン壊してきたんで、あとは B 拠点に入ってる敵分隊さんのお片付けだけです。味方さんも湧いてくれたんでこれなら、ワンチャンゆかりんがやられてもなんとかなるかな。正面から撃った味方さんはしっかりやられたようやね。味方さんがやられた位置的にまた違うところに敵さんいますね。2階から撃ってたのは敵部隊に連絡されてるでしょうし、あえて横から撃ちましょう。おっとちょうど警戒してたところにいらっしゃい。やっぱ拡張マグは偉大だわ。安心して2人目に行けるし。さて、分隊の味方さんを倒した敵さんは今どこにいるかな。腕の軌道を見るにちょうど真下におるようやな。そのまま行っても巻かれてるだろうし、裏取りしてしまおう。背後からの攻撃の方が安定してキル取れますし。てか、いつの間にゆかりん連合兵から偵察兵になってるんです。クレの判定で気がついたんですけど、よくある兵価が勝手に変わるバグやね。多分キーを知らぬ間に押してるんやろうけども。よしよし、背後からキルできたから、これで B 拠点付近の敵は殲滅できたかな。C 拠点から来たであろう敵さんがマップに移ったんで、ここに来る入り口はクレイモアに任せて、拠点に入ってきたところを上から撃ち下ろしますかね。ちょうどゆかりんがいた側にもモーションセンサーで映ったし、包囲状態になりつつありそうや。味方が見てる箇所的にそこに固まってるっぽいですね。ちょうど一人出てきた。味方さん援護しますよ。横取りキル分隊行動ってことで許してね。味方さん、あとは真下にいた敵を背中から撃つためにまた移動しますよ。基本的に正面から撃つことをしないゆかりん、徹底してインキャムープが合ってるようで。当たり前だよな。裏取りは正義って古事記にも書かれてるから、せっかくの偵察兵ですしね。モーションセンサーなりで敵情報を得てイージーキルしていった方が楽ですし。サイデッカ、ゆかりんがそれでいいならもういいや。正面に敵いるじゃん。気がついてないならナイフキルしちゃうぞ。はは、ざまあ、はあ、気持ちいい。やっとゆかりんに追い風が吹いてきたようですよ。今最高の気分なんで蘇生してあげるね。いてて、アップね。蘇生キャンセルしなきゃやられてた。おわほほ、マジ？敵がスライディングできてやられたと思ったら、まくれショットで前段ヘッドショットとは。さっきまでの運の悪さが、嘘のように、急に運が良くなったようで、なんか違うんやな。そこは素直に称賛してくれてもいいですやん。体力も全回復しましたし、ちょうど、右側が最前線のようなんで顔出してみよう。どこに敵さんいるかな。詰めれるなら詰めたいな。危ない危ない。敵さんめっちゃ近いじゃん。焦って、壁に向かってダッシュしてるし、焦りすぎや。味方さんが小鳥にならなきゃやられてた。拡張マグだから、二人目も余裕で対応できるんよな。超
おい、戦車は聞いてないって。ゆかりん今運がいいから死にたくない。そこは、戦車の手法を体張って受け止めて、戦車バトルに貢献したらおもろかったのに。いやいや、動画としては、見どころになっていいかもですけどね。ゆかりんは、そんな無様な死に方をしたくないんじゃ。よっしゃ、味方の C4 にも起爆して、キリキリ戦車を爆殺できた。やっぱ、今最高に運がついてるのでは？浮かれすぎて、エイムがガバガバやんけ。味方がやってくれたし、ゆかりんが死んでないから、もう満体。ここは攻めるチャンスですね。決め打ちしながら顔出したら、ちょうど敵さん顔出してくれた。そのまま倒されてね。やべ、弾薬切れちゃった。味方さん弾薬ください。ちょうどいいところに、ほらゆかりんが弾薬欲してますよ。味方さん弾薬箱を気にせい。しかし、味方さんは、ゆかりんの弾薬プ率に気がついてないようや。いいところに、分隊の援護兵来てくれた。弾薬くださいな。分隊の援護兵だと、インタラクトキーで、弾薬と回復がもらえるで、覚えておくと助かるかもな。今がチン分だけでも補給できたんで攻めますよ。あっつ、これ敵のかよ。ちょいちょい引っかからないで。ゆかりんの丸焼きできちゃう。こんなところにちょうど、援護兵の死体あるじゃん。追いはぎして補給しよっと。さてさて B 拠点も取られてるし動きたいけど、左右に敵いる指導しましょうね。左から足落とした。キルしてやんよ。B 拠点には行かせませんよ。蘇生後でちょんまい。危ない箇所は、さっさと諦めることですね。今のようになりますしね。蘇生した援護兵は、取り逃がしてもうたな。蘇生された側を優先したんやろうけど。取れるキル取っておきたいですし、あとキルしたと思ってエイム外したのは内緒でお願いします。C4 の補給終わったら B 拠点の援護に行きますか。はい、C4 補給した後 B 拠点前で膠着したんで、違うルート模索中です。正面の入り口は、2階から見られてていけんかったわ。味方さんが反対側を攻撃しに行ったんで、ゆかりんはこっち側から攻撃しようかと思ってます。危ない危ない。敵を倒す前にゆかりんが死んじゃったら意味がないのでね、慎重に行動しましょうね。俗に言うしなやす。ってやつやな。元ネタは格ゲーやったかな。詳しくは市町民、任せたわ。クレイモア2枚置きで陣地形成して詰められても耐えられるようにしておいて、味方さんと足並み揃えたいところ、ちょうど拠点から走ってきてくれてる味方さんいるので、タイミング合わせて拠点踏みましょうかね。よし味方さんが来てくれたので、拠点入ります。やっと入りよったで、目の前の拠点に入るまでに、めっちゃ時間かけてるんよな。しょうがないね。回復が容易な援護兵じゃないから、慎重にならないとすぐに死ぬんですもん。アメサバタとコーピンで、基本的にハンデ負った状態からの、打ち合いで大ダメージもらうのが前提になるんで、それのおかげで、ダメージをいかにもらわないように立ち回るのかを勉強できるってのはありますけど、マップ見てて気がついたのは、いいけどアップない、自爆するところだった。敵からじゃなくて、ゆかりんが置いたクレイモアで死にかけるってなんだかな。あら、敵さん、こんにちは。こっちに気がついてなくて助かります。いっつも横を取れる立ち回りができたら最高なんですけどね。そういった立ち回りに加えて、相手を即座に見つけれる目が欲しい。強欲だね。けどこればっかりは訓練あるのみやな。ですね、今作めっちゃ見にくいのもあって、いかに情報を取れるかが鍵になりすぎてるので、それで、情報を得やすい偵察兵ばっか使ってる気がします。結局一番キルしやすいのって偵察兵だと思うんですよ。偵察兵のスキルで、視野内スポット強化に、モーションセンサーまでついて、挙句に UAV まで完備と至れり尽くせるやしな。初心者におすすめ兵価で援護兵を押す人いるんですけど、ゆかりんは援護兵より偵察兵をおすすめしますね。理由としては、体力回復が容易で、立ち回りに変な癖がついちゃうのもありますし、マップの構造を知らないとか、敵の位置がわからない人に回復できる方法あっても、回復する前に倒されるのもあるんで、それなら、P36 とか PW5 とか序盤に解除できる取り回しの良い武器持って、偵察兵の索敵効果に頼って戦った方が良いと思うんですよね。もちろん、これは、ゆかりんの考えであってそうしろとは言いませんし、楽しくプレイしてくれた方がゆかりんは嬉しいので、こんなゆかりんで良ければ、質問とか悩みにも答えるしな。ただ返答が遅かったりと迷惑は避けるかもやけどな。些細なことでも、VF に全然関係ないことでも何でも良いですよ。ちなみに、ゆかりんは、ヤニカスなんでピースのリトルシガーを皆さんにお勧めしておきます。これやから、ヤニカスなんよな。出演を人に勧めんなや。あと、タバコの匂いが臭いから、あっち行っててや。くすん、出演者の肩身が狭いでござる。雑談してたらまた B 拠点に入られてるし、前線は、味方さんに任せて、ゆかりんは、B 拠点の防衛に行きましょう。今の敵が視野内にいたら、スポットされるのマジで便利。これがあるから、偵察兵がやめられない。ギリギリ敵倒せたけど、弾薬がまたなくなっちゃった。ゆかりん、村内が多いしな。痛いな。ゆかりんの弾薬補給を邪魔するんじゃないよ。弾薬箱を置いたら、ゆかりんの装備に持ち替えましょうね。装備交換できなかった。ちゃんとキーをしてるのに。弾薬箱を追いはぎするときは、ちゃんと、視点をキットに向けてないと、今のようにアホさらすから気ぃつけや。足音が右側からしますね。臆病なゆかりんは、ちゃんと、モーションセンサーを置いて、正確な位置把握しますよ。いるの分かってたので、待ってたけど出てこないんで、裏から行って倒してやりましょう。おっと蘇生中でしたか。これはご苦労様です。じゃ死んでね。よっしゃ、最後の最後に2キルゲット。まあ、これは、もうゲーム終了やね。結構接戦の試合やったな。はーい、ゲーム終了。結果としては、ゆかりん側陣営の敗北でした。これは、誰が見ても、しっかり GG でしたね。挨拶の GG を送って戦績見ましょう。戦績としては50キル12です。13510スコアやね。いやー、うまいことプレイできて、50キルの大台に乗れるとは、ゆかりん頑張ったと自分を褒めてやりたいです。もっと上手い人はいるやろうけどゆかりんにしては頑張ったやん。褒めたるわ。あかねちゃんは、素直に褒めてくれないのね。けど褒めてくれたから、素直に受け取って喜んでおこう。そういえば、トップ分隊とか映してないや、後出しですけど見ましょうね。そして、動画で初のトップ分隊表彰いただきました。
。まあ、今回はソロでプレイしてないから、取れやすかったけどな。ゆかりんと一緒にプレイしてくれたこと、お礼申し上げるわ。いつも一緒にプレイしていただき、マジで感謝感激です。今後もよろしくです。それじゃ戦績も見ましたし、今回使用したカスタムの紹介とコメント返信とか雑談に移りましょうね。はい、まずはカスタムの紹介やりましょうね。動画撮影の時に、武器マスタリー50レベルに到達したんで、自慢も兼ねて、金ピカ迷彩にしました。カスタムコンセプトは、近距離突破かつ拡張マグを採用して、遠距離の敵と対峙しても対応できるようにしました。距離減衰が、この武器は激しいから、必要弾数が他武器より多くなるのを、拡張マグでマガジン容量増やして対応した感じやね。より遠距離を意識するならバレルを、ライトバレルから、拡張バレルにするとええで。それじゃ、いつも通りに、カスタムの詳細をお見せしてるときは、邪魔にならないように黙っておきますね。マッスルは、隠密性を向上させて、敵に情報を与えず、キルの容易性向上目的で、スタンダードサプレッサーを採用。バレルは、近距離最優先で、モビリティを上げるライトバレルを採用。遠距離意識で、拡張バレルでも OK。グリップは、反動が比較的弱く、軽減なしでも制御しやすいので、モビリティと ADS 速度向上する、スリムアングルドを採用。マガジンは、遠距離での必要弾数の多さと多人数への対応を兼ねて、41連マグを採用しました。弾薬は、特別必要性を感じるものがないため、FMG を採用。反動増加するが、貫通弾を採用してもいいですね。スコープはミニフレックス1倍を採用。好みが分かれるので好きなのを使用してくださいね。はい、雑談とかコメント返信のコーナーです。今回はリクエストで SGX 使ったけど、他にもリクエストあったら教えてな。そういえば、ソラ姉さんに採用理由を語ってもらったんですが、邪魔でしたかね。今後必要ないとコメントいただけると幸いです。今カスタムコンセプトを語るより直感的でいいかな、と思ってやってみたわ。あと視聴人と交流できるコメント返信の尺を多めに取りたいってのもあります。コメント返信を多くするために動画をコンパクトにしたんやし、さっさと返信していこうか。前回の SCW の動画からスプラから移住した DF シリーズ初心者です。この武器強いよね。マッチでそれな。はよ弱体化してくれよな。これ許されてるの正直意味わかんないですし。近距離 TTK0.15 秒はあかんわな。拡散値修正で TR7 のカスタムで悩んでる。ダブルポート&レーサーかコンペつけるか悩んでる。ロングか軽量かするサプレッサーが良いと思います。反応軽減もありますし何よりスポットデメリットが大きすぎてコスト的にアタッチメントに割り振りたいならリニアつけてファストは拡張マグが良いと思いますね。反動で外す前提とスポットで来る敵に対処しやすくするためやね。話には聞いてたけどあんなに飛ぶのか。ドローングリッチのことですね。当たりどころが良いと飛びますね。マジで修正されてよかった。突撃兵をなんとかしてほしい。アドレナリンだけはどうにかしてやってほしい。確かに突撃兵はアドレナリンが神ですもんね。現状使い道ないしスキル4の周囲アドレナリン付与とかワンチャン迷惑になってしまうので効果が薄い割に視界の明度を上げてしまって見にくくなるもんな。30秒延長は確実にしてほしいです。ついでに自動回復が即時開始もつけてくれるとありがたいですね。一応突撃兵の用語をすると、はしごにビーコンの設置に加え拠点ダッシュ&M コム設置を赤い茶の時間短縮のパスロに最前線のスキルをレベル3まで上げると自動回復開始時間短縮とちゃんと強い点があるのは言っておくわ。 SMG の拡散が少ないおかげで平凡な性能が多い AR いらなくなってなってる。わかる。 PW5 とか SMG としての性能じゃないでしょと思いますし高速ジャンプ打ち微妙じゃねえかな。正直微妙ですね。至近距離ならエイム発せるんでありかも。なんだキル角廃止しても理解できん。マジでそれ一応似た名前でポイントだけは狙いますね。最近よく焼き殺されるわ。流行ってんのよくわからないんですけど使用者多いですよね。名称より普通のクレポンの方が強いと思うんですがこのゲームスポットしようとしてもピンしか出なくて切れそう。こればっかりはしょうがないな。使用を恨んでくれや。ゆかりんの味方だよね。 SCW 使ってない方の味方だよ。じゃ SCW は使わないんでずっとゆかりんの味方でいてね。経験値性が悪いわ。武器マスタリーのことですね。経験値性でもいいけど拠点スコアとかでもマスタリー上がるようにはしてほしいですね。それが無理なら100キルとか200キルで全解放が丸いと思うんやけどな。この高さははしごでも無理そうだしブリッジかな。隠れた敵さんのことですね。まあ実中ハックブリッジでしょうね。キルされてからブチ切れ案件でした。大体のコメントは返信できたな。それじゃ締めの挨拶しようか。あ、締めの前に次回の動画なんですけど武器種ごとの全武器カスタム動画を予定してます。最初は AR の武器たちを予定してるで。改めましてコメントチャンネル登録高評価ニコ動ならフォローいいねぜひお願いします。ゆかりんの末路に関わってくるしな。よければやってあげてな。ぜひぜひお手数ですけどマジでお願いします。それじゃここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょうね。バイバイ。視聴民じゃあのさようなら。動画を見てくれてあざます。他の動画とかも見てくれても良いんですよ。見てくれたらゆかりんがめっちゃ喜ぶんでぜひよしなにコメントもどしどしよこしてね。罵倒だけはやめてね。ゆかりん泣いちゃうから。